これは懐かしいな。これはマリス・ミゼルを脱退してからの一発目のライブだったから、そのイメージ感っていうのもすごくその幻想的に、まだビジュアルライブの発想がなかった時のライブだからね、一曲一曲をどうやって表現しようかっていう風にやってたものだよね。やっぱこのこれ何がしんどかったって、これファルセットで歌ってるんだけど、体の中に空を飛ぶためのハーネスがついてて、それがまたきつくてね、なかなか声を出すのにきつくて、もうこの頃はまだ全然 LED とかもない時代だったから、いかにそれでステージを表現するのかっていうことをこういろんなアイディアを出してやってたよね。見てる人は幻想的だったんじゃないのかな。っていうか細いね、びっくりだね。63キロぐらいだったんじゃないかな。まあ脂肪はないのはもちろんだけど、筋肉も極限まで落としてたもんな。すごいな。後ろのメンバーもまた細いっていう。まあこんだけ体が細いと声を出すのも大変だよね、本当に。とにかく声をキープするのがやっぱり大変。特に胸周り、背中周りの筋肉がないから、その肺活量に対して気管が持たないっていうことがやっぱり起きるよね。特にこの頃は本当によく喉を潰してた。本当に大変だったと思う。で、実際にこの頃のことをすごい覚えてるけど、いつもライブが終わってすぐ病院に行って、その喉の炎症を抑えるためにステロイドを打って、でまたステロイドを打ってっていうのをずっと繰り返してて、結局ステロイドも効かなくなって、で副作用で苦しんでっていう時代だったな。このツアーの時もそうだし、この次のツアーの時もそうだったけど、この辺りはずっと薬漬けだったもんな。しかもツアー日程もむちゃくちゃだったし、全然喉を回復する時間もなくて、まあこのままやってたら壊れるだろうな、いつか死ぬんだろうなって思ってたな。やっぱりボーカリストって体、特に上半身をしっかり鍛えないと
肺活量と喉のバランスが悪いとすぐに喉を壊して、結局声が出なくて、思ったようにライブで歌えなくてっていう悪循環が続くから、ボーカリストはやっぱりしっかり体作った方がいいよね。当時の僕に対してアドバイスできるんだったら、もう少し上半身に筋肉つけて、しっかり潰れない体を作ることをやれってきっと今だったら言うんだろうな。いやでもこの頃本当にライブ会場に病院から通うような日々だったもんな。すごい話だよ本当に。懐かしいね。まあこの頃の曲は特にマリスのメンバーの神が死んだ直後だったから、やっぱり神のことを思って書いた曲が多いよね。この M もそうだし、懐かしいね本当に。でもこうやって見てると本当に喉を潰す歌い方してんだなーっていうのが分かるな。これでもこうやってパッて見ると普通に見えるんだけどな、この衣装の中にハーネスがずっとついてるっていうのがすごいよな。体締め付けたままずっと歌を歌ってんだなこれ。これ大変だったな。これの PV の撮影も大変だったしな、赤霊は。この曲大変だったな。懐かしいねフリージアも。これでもね、この曲を作る時もそうだったけど、もともとこの時のベーシストのレンが別にチェロができるわけではなかったんだけど、その絵のイメージがチェロのイメージがあるからチェロ練習しろって死ぬほど練習させたんだよな。これ合わせるの大変だったな。でこのピアノもまたステージの上にずっとこのピアノぶら下げてたんだ。オアシスもこの時これ未だに覚えてるけど、
何が一番覚えてるって、このツアー中にどこの会場だったかな、仙台だったかな、会場の屋根が低くて歌ってる最中にパッて上見上げたら会場の屋根が燃えてたっていうのが一番覚えてるな。大道具の人たちが必死に消火活動を歌ってる上でやってたっていうのが一番覚えてることかな。これでも大変だったな。いやこの衣装もまた重いしね。チャチャも若いね。まあそりゃそうか、20年前だもんな。UK のこの猫の中に入ってるダンサーたちがいたことでダンスナンバーを作ろうっていう動きがあったから、これも貴重な曲だよな。もともと誰もダンスなんかできなかったもんな。この次のツアーからダンスをするようになったんだよな。でしかもこのライブ中に出てきてる後ろのこの白鳥の人たちも、これツアースタッフがやってんだよな。しかも何の打ち合わせもなくいきなり出てきていきなり去ってったからな。当時はこんなことよくやってたな。このバニラもすごいなんかいろんなこと蘇ってくるね。このバニラを作ったぐらいのタイミングで当時の事務所と割れて沖縄に行って半年間ぐらいずっと沖縄で合宿してこのアルバムを作ってたんだよな。これは大変だったね。なんかこの曲こんな風に歌ってるけど本当にこの曲がきっかけで結局事務所の当時の社長ともうめちゃくちゃいろんなことがあって揉めて、で結局事務所を割れたんだよな。これいろんな意味で意味深な曲だよねこれ。っていうか細い。何せ細い。当時のメンバー全員細いね。うわー若いね。もうやばいね。もう言うなんてマッチ棒だね。やばいね。いやーこの曲もいろんなことがあって本当に頑張ってやっていこうってその当時の思いが詰まってる曲だな。
うーん、なんだろうな、ファンのみんなはこうやって支えてくれてたけど、実際の関係者というか僕の周りは本当に敵ばっかだったもんな。まだこんな小僧だったのに、本当に芸能界での潰しがひどかったからな。よくここを乗り切ったよな。そう考えたらすごいと思うわ。ああ、覚えてるね。この曲でアリーナのちょうどど真ん中からつられてステージに戻るっていう演出をしたんだけど、これも命綱とか一切何も使わないでそのままステージに戻って行ったんだな。落ちたら死ぬからやめてくれって言われたんだけど、命綱とかそんなのいらないって言って片手でずっとぶら下がってたんだな。これ今から考えたらむちゃくちゃなことやってんな。悲壮感漂うね。この頃の映像はなんか自分の苦しい時のことをすごい如実に思い出すから、あんまり見ないけど、こうやって見ると26歳の小僧が必死に頑張ってたんだな。ねえ、いろんな思惑を持った大人たちに巻き込まれながら、それでも負けたくない、止まりたくない、応援してくれるファンのみんなを裏切りたくないっていう、そんな思いだけで突っ走ってたんだよな。まあよく生きてたな、ほんと。まあでもな、こうやって見たらほんとガキンチョだもんな。そりゃいろんな欲にまみれた大人が寄ってくるよな。まあこの当時の僕にもし僕が会って教えること、いろんなことを教えることができるんだったら、もっと生き方というか教えてやれたんだろうな。まあこの時の僕がいるから今の僕がいるんだろうけど、でもやっぱり一番僕の支えになったのは、ボロボロだったこの当時の僕を必死に支えてくれたファンのみんなだよな。みんなの声があったから踏みとどまったんだよな。いろんな意味で頑張れたというか。いろんなことを考えさせられるっていうか、思い起こす映像だな、これは。